んにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、今から市場に行っていきたいと思います。で、今日市場で3種類狙ってる食材があるんですよ。で、その3種類の食材を組み合わせて、もう今の時期しかできない最高の食べ物を作っていけたらなと思います。さあ、来ましたと。まず、1品目の食材を買いに行きます。で、その1品目っていうのは、魚じゃないんですよ。1品目はこれ、松茸を買おうかなと。ここにおるだけでね、すげえいい香りしますね。開き。これがつぼみっていうんですけど、開きの方が香りはいいんですよね。で、今日の料理的につぼみより開きの方がいいかなと思うんで、この開きいただきましょうか。2本で14,000円か。これもらいましょう。最高でしょ。めっちゃいい匂い。これ長野県産ですって。しっかり国産松茸。2品目買いに行きます。あるかな。今年ね、少ないって聞いてるんだよな。あった、筋子。これ探してたんですよ。結構値段もやっぱするね。でも今回の主役はこの子なんで、これはもらいましょう。本当はね、1匹丸ごとの鮭からお腹裂いて出したいんですけど、丸のメスの卵持ちの鮭がいないんですよ。どこ探してもいない。今年少ないですか。筋子はめちゃ少ないですよ。めちゃ少ないですよね。筋子なんか本当に今の周りが出てこなかったんですよ。そうですよね。そうなんですって。あ、ここで3品目も売ってた。今日欲しかった3品目。ハマグリもちょうどあった。ハマグリもこれも6個ばかもらえますか。6個で、はい、了解です。揃っちゃいましたね。松茸、筋子、ハマグリ、この3種類が今日欲しかったんです。一応北海道エアビーなんで最高ですね。安いですよ。なかなかないですよね。あー、鮮度めちゃめちゃいい。あー、でもまあそうですね、こんなもんですよね。でも出始めよりはかなり超えてきましたね。良くなってきましたね。じゃあ2本ください。ありがとうございます。ただいまということで、本日の食材がこちら。ハマグリ、松茸、筋子、サンマ。っていうことでね、まずこちらの松茸ですね。長野県産松茸。めちゃくちゃでかいです。傘の部分がね、僕の拳と同じぐらいのサイズですね。軸も太くて、しっかり硬いんでね。こう松茸はね、軸を触って、ふかふかってしてるやつは、中に虫食いがある可能性があるんで、そういうのは避けた方がいいですね。今年本当にない生筋子。ほんでこれ、ハマグリも買ってきました。このハマグリが今日は必要なんです。ほんで、このサンマもね、どうなんだいっていうのでね、試しに買ってきました。今日市場にある一番いいサンマを買いました。エアー便で送られてきたサンマなんで、鮮度は抜群ですね。出始めに比べてはだいぶ太くはなってきましたね。お魚屋さんもみんな言ってるんですけど、サンマが取れないし、取れても細い、ちっちゃい。丸々超えたサンマが1匹2、300円で買える時代は終わったかもしれませんね。ちなみに今日のサンマが1尾750円でしたね。市場で750円ですから。というわけで、今日作っていきたい料理がですね、まずはサンマはお刺身にして食べたいと思います。サンマはね、調査っていう意味合いでも買ってきました。で、メイン食材がこれですね。ハマグリ、松茸、筋子です。今日はこちらの3種類の食材を使って、本当は教えたくない最強の炊き込みご飯を作っていきたいと思います。これ毎年僕秋になると家で作って食べてる料理なんですよ。動画でやりたいなーって思ってたんですけど、ちょっとね、あまりにもブルジョワすぎて、なんか見え方的にどうなのかなって思ってたんですけど、本当にあんまりにも美味しいんで、ちょっともう今回紹介しちゃいます。使う食材はまあ高いです。今日松茸がこれ2本で17,000円。筋子が4腹で、だいたい7,000円ぐらい。ハマグリが6個でどうだろう2,000円ぐらいだったかな。合計3万円近い買い物をしました。YouTuber らしい企画でよろしいんじゃないでしょうか。というわけでね、食材の仕込みからやっていきましょう。で、今日の炊き込みご飯が、松茸とハマグリの炊き込みご飯をベースにして、その上からイクラの醤油漬けをたっぷりかけるという、そういう料理でございます。この松茸も今の時期しか手に入らないし、生の筋子も今しか手に入らないんで、本当に秋限定の贅沢炊き込みご飯なんですよ。そんな贅沢な炊き込みご飯と一緒に合わすのがこちらでん、銀色のやつ、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶でございます。こちらもね、本日アサヒさんからいただきましたので、贅沢炊き込みご飯とサンマの刺身、そしてこちらのアサヒスーパードライ生ジョッキ缶でやっていきたいと思います。そしたらまずはボウルに筋子を入れて、でこちら
熱したお湯を用意します。温度はだいたい手入れてあちって思うぐらい。そしたらお湯を筋子に当てます。ザボーっと。そうすると皮がキューッとなります。で、泡立て器とかでほじほじほじっとすると簡単に剥がれていくっていうね。たくさん仕込む場合はこのやり方が一番いいかもしれませんね。もう少し深めのボウルでやった方がいいですね。よーし、ほぐれてきた。意外とイクラって丈夫なんです。このぐらいじゃ潰れません。ほら、こういう感じで膜だけが取れてきますんでね。そしたらざるに移して、あ、やべ、こっちもったいない。少し冷水に当てます。そしてふわふわふわーっとさせると、取り切れてなかったカス、こういうのだけ上に浮いてきます。イクラの卵の方が比重が重いので、卵は下に沈んでる状態ですね。カスだけ巻き上がらしといて、で、水を捨てると。ザーッと。はい、ギリギリで止める。こういう大きいのは目視で取っちゃう。この作業がちょっとめんどくさいんですけど、逆に言えばこの作業だけなんで、めんどくさい工程は。ここは手を抜かずにしっかりやった方がいいと思います。大体僕は5回ぐらいやりますね。はい、このように綺麗になりました。そしたらざるにあげます。さっと。ほぐしたてはちょっと白っぽいんですけど、時間が経つにつれて色戻ってきます。なので心配いりません。この色見とってくださいね。そしたらこちらのイクラをつける漬け地を作っていきましょう。まずは出汁を取っていきます。今日は本格的に作っていきますんでね。水で戻した昆布、お水ごと入れます。で、まずは昆布出汁を取っていきます。沸騰直前で昆布を取り出します。で、沸騰させて、ぬめりとアクが出てきたらぬめりとアクを取っていきます。で、火を止めて、そしたらそこにカツオ、ザバッと昆布とカツオの合わせだしを作っていきます。で、カツオ節が沈んでだしがじゅわーっと出てきたなと思ったらこしていきます。はい、これでカツオと昆布の合わせだしの完成。正直これめんどくさいやって方は顆粒だしとかだしパックとかで濃いめのだしを引いてもいいと思います。とにかくだしを用意することですね。これが大事です。そしたら次はお鍋にこちら日本酒1、そして好みですけどみりんも1、甘さ控えめがいい方はもうこのぐらいでいいと思います。お酒とみりんを入れます。で、アルコールを飛ばします。で、ふつふつしてきましたらそこにチャッカマンで火をつける。きた。はい、 OK。 そしたらここに先ほど取っただし汁ですね。これをカップ1杯さっと入れます。そしたらここにお醤油を入れます。お醤油もカップ1杯入れていきます。みりんだけ少し少なめの1対1対1みたいな感じですね。それがね、美味しいなって感じます。で、お醤油は僕ね、濃い口醤油が好きなんですけど、薄口でやってもいいと思います。濃い口でやるとイクラの色がね、ダークな感じになります。薄口でやると結構綺麗めな色になりますね。よいしょ。で、混ぜ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 と。柑橘大好き人間の私はカボスを入れます。種はしっかり取ってくださいね。チュッチュッチュッと。はい、これ漬け地の完成ですね。そしたらボウルに移してこちらイクラを入れていきます。ほら、だいぶ色戻りましたよね。サブッ。ちょっと漬け地が多かったな。これで冷蔵庫で半日から1日ぐらいつければ美味しい美味しいイクラの醤油漬けの完成でございます。さあ、イクラの醤油漬けできたんで、ちょっとお昼寝して松茸ご飯でも炊いていきましょうか。で、本日の主役のこちらお松茸さんですね。こんな松茸取ってみてえな。テンション上がるでしょうね。こんなニョキニョキっと生えとったらね。そしたらまずはここキノコの先っちょ、これ石突きって言います。この石突きはね、土がついてるんですよ。なんで石突きを削っていきます。あんまりね、削りすぎるともったいないんで、本当に薄く薄く削っていきます。こんな感じ。ちょっとこいつは虫食いっぽいな。もうね、石突き取ってる段階で虫がおるなってわかるんですよ。ここね、ちょっと穴が開いてますよね。これね、虫さんが中に入ってカジカジした後ですね。でもこっちは状態素晴らしいですね。ほんと傘もすごく綺麗で。
でも虫食いって言っても食べれますし、開きの松茸はね、虫食いのパターンが多いです。虫食いだからといって別に品質に問題があるわけじゃないんですよね。美味しいものは虫さんも大好きなんです。はい、そしたら松茸洗っていきます。で松茸は洗っちゃうと風味が落ちるって言うんですけど、でも僕はしっかり洗いたい。なぜなら土がついてた方が嫌だから。で松茸っていうのは養殖栽培がまだ確立されてないんですよ。松茸に似たバカ松茸っていうやつだったら、この前人工栽培が成功したっていうニュースやってましたけど、松茸はね、もう天然しかないんですよ。天然物ってことは、やっぱり虫も、こうやって落ち葉も泥もついてますんで、僕はしっかり洗いたい。今日の松茸は結構綺麗だな。こっち側は傘もちょっとボロボロしてますんで、しっかり洗っていくと。さあ、そしたら割っていきましょうか。軸に1本切れ込み入れて、そこからビビビビビッと。で、パキッと割ります。こんな感じですね。結構お食べられになってますね、こちら。松茸はね、こういう風にスーッと裂けるんですよね。包丁で切ってもいいんですけど、裂いた方が食感がいい気がしますね。で、こういう風にちょっと虫食いがある場合は、虫さんが中に入ってる場合があります。食べても全然体に害はないんですけど、その虫さんを追い出す方法があります。まず塩水を作ります。で、塩水を作ったらその中にキノコを入れると。で、浸しておきます。塩水が嫌で中に入ってる虫さんが全部出てきます。天然のキノコとこの虫っていうのはもう切っても切り離せないんですよ。なんでね、ここに抵抗がある人は天然のキノコはあんま食べられないかもしれませんね。稀にこういう立派な虫の入ってない松茸もありますけど、まあレアですよね、こういうのは。味はそんなに変わりませんのでお気になさらず。うわ、これめちゃめちゃいいな。ほら。うわー、すごい。うわー、うまそう。あ、これもちょっとね、入ってますね。うわー、すごい。これね、焼きでもうまいと思います。でも今日は贅沢に松茸ご飯でいきますね。割とね、ちょっと大きいぐらいでいいんです。ゴロッと入ってたぐらいがうまいんでね。はい、こんな感じ。結構取れました。そしたらこれも塩水につけちゃいましょう。よし、これで10分ぐらいつけときます。その間にこちら、ハマグリの仕込みをしていきます。で、なんで松茸ご飯なのにハマグリが登場するのかというと、僕松茸ご飯は、このベースとなる出汁は濃いめの昆布出汁でやるんですよ。カツオ出汁とかも一回入れたことあるんですけど、このカツオの主張が強すぎて、ちょっと松茸を邪魔しちゃってるんですよね。なんでわざわざカツオ出汁は入れなくてもいいんですよ。昆布だけでも十分美味しいんですけど、そこに、この二枚貝の琥珀酸、特にこのハマグリの出汁が入ることによって、むちゃくちゃうまいんですよ。相性抜群なんですよね。なんでぜひハマグリは入れてみてほしいです。で、殻ごと入れてもいいんですけど、ちょっと今日大きいので、むき身にしちゃいます。いいハマグリですね。で、ここで、この汁も必ず残しとく。これも美味しい出汁なんで。はい、ハマグリが剥き終わりました。はい、そしたら松茸、いい感じに蒸し抜きが終わりました。そしたら今日は炊飯器でやります。土鍋でやってもいいんですけど、土鍋はね、コツがいりますんで、ご家庭で簡単にできる炊飯器でのやり方でやっていきたいと思います。まず水に浸しておいたお米。今日は3合でいきます。結構たくさんの量でやった方がいいですよ。なぜなら、うますぎてすぐなくなるから。でそこに、まずは調味料から入れます。まず日本酒を大さじ5。で、濃い口醤油を大さじ2。で、お塩を1つまみ、2つまみ、3つまみぐらい。小さじ1より少し少なめですね。はい。そしたら、ここに昆布だしを入れていきます。で、ここがめちゃくちゃポイントなんですけど、気持ちより結構少なめで昆布だしを入れることですね。で、必ず調味料とかを全部入れた後で、一番最後の段階で昆布だしで調節してくださいね。ほんで、昆布だしは、ちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、軟水で取った方がより出汁が出て美味しいです。軟水で出した昆布だしを入れます。2.5 ぐらいでいいですね。こんなもんでいいです。お米がちょうど浸るぐらい、このぐらいで OK。 そしたらそこにハマグリの出汁、そして生のハマグリを入れると。でそこに松茸をこれでもかってぐらい入れます。でパンパンですけど、これ松茸火が入ると傘が減りますんでね、いい感じの量になります。セットしていってらっしゃい。よし、これで炊けるのを待つだけ。
はい、では炊き上がりました。開けていきましょう。オープン。いい感じに炊けております。これを混ぜていくと。ほら、この感じ。このお米のね、このべちゃべちゃってしない感じですね。こう、いい感じに炊き上がっております。完璧ですね。ハマグリとね、このゴロッと松茸が最高ですね。今日はこれだけでも最高にうまいのに、ここにイクラの醤油漬けをぶっかけますからね。最高だと思います。よし、これで松茸ご飯の完成。にしても鮮度いいなぁ。さすがエアー便ですね。ツヤッツヤですね。もうお刺身バッチリの鮮度感です。じゃあまず頭を落として内臓を取ります。ここに1本入れて内臓をかいてバシッと。こんな感じ。でもまあ細いな。こっちの方がちょっと太いかな。こっちの方がいいですね。油ありますね。今年初の生サンマいただきたいと思いますよ。じゃあまず大名おろしでおろしていきますね。ピロッと。はい。でもサンマはね、柳包丁がおろしやすいですね。柳包丁がなかったら薄刃の牛刀とかでもいいと思います。出刃だとさばきにくいですね。さばけないこともないんですけど、綺麗に仕上がるのは柳包丁かなと思います。こんな感じ。サンマはね、大名おろしでもこういう風に骨がまっすぐ入ってますんで、綺麗におろせます。そしたら腹骨をすくと。そしたらいつも皮引いてから素洗いしてたんですけど、皮ついたまま片面だけ素洗いしていきます。光り物って酢水でちょっと洗ってあげると臭みが取れてすごく美味しくなります。氷水にお酢を入れます。お水とお酢が入りました。そしたらその中で先ほどおろしたサンマをシャバシャバと洗っていきます。よし、こんなもんかな。そしたら出して水気を取ってで皮を引いていきます。で皮引きなんですけど、尻尾からこう入れてで刃の方でいつもの魚のようにこうやって剥いでもいいんですけど、でもサンマとかアジって結構簡単に皮が剥がれるんですよ。なのでこの頭の方からこう薄皮掴んでここら辺から取っかかりがありますんで、手でビロビロってめくってもいいんですけど、手でめくると失敗する確率が高いので包丁の峰ですね、ここを使ってこういう感じでピッ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 、こういう風に皮引くこともできますね。これだとね失敗しにくいです。でもどちらでも好きな方でやってもらえればなと思います。しくったな、皮のまま素洗いすると皮がちょっと破れやすくなりますね。皮引いちゃってから素洗いした方が良かったな。今日いい発見ができました。そう、刃の方でスーッといくと包丁の峰でやるよりなんかね綺麗に皮が引けるような気がするんですよね。この背中のラインまで綺麗に模様が残ると言いますか。はい、こんな感じ。そしたらこちらを切っていきます。さあ切っていきます。今日はこういう感じのお皿に盛り付けていきましょうか。
はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。ちょっとサンマはね、バランス悪かったんで盛り直しました。で、生姜もちょこっと添えました。ではまずサンマのお刺身からいきましょうか。ちょんちょんと醤油につけて、いただきます。うまい。まあでも、まだ油はそこまで完璧に乗り切ってないですね。でもサンマのお刺身はさっぱりでもこれはこれでまたうまいんですよね。塩焼きだとちょっと寂しいかなっていう油の乗りかな。うまい。お次はこちら、ハマグリと松茸の炊き込みご飯。これ松茸はね、あえて大きくいきましたから、ちょっといただきます。まっ。松茸は香りもすごいんですけど、旨味もしっかりありますよ。まずイクラをかけない状態で炊き込みご飯をいただきます。これマジでうまいんだよ。これを食べながらちょっと外に出て、スズムシかコオロギかなんか知らんけど泣いてる。松茸ご飯食べてこの音色聞くと秋が来たなって思うよな。じゃあイクラぶっかけていきましょうか。たっぷりすくって、はい、1回目それ、2回目それ。うわ、もういっぱいだ。もうちょっと丼大きくすればよかった。こぼしイクラ丼ですね。こんなん見たことある、いろんなとこで。今日はこちらスプーンでいただきます。スプーンじゃないと効率よくイクラが口の中に入りませんのでね。ほら、すげえうまそう。でこちらいただきます。うまマジなうまい食べ物じゃん。イクラ単体でも松茸ご飯単体でもそりゃうまいですよ。うまいとうまいが合わさったら超うまい。いやこれ本当に美味しくてびっくりしますよ。はい、というわけで今日はこちらの生サンマのお刺身とスペシャルな松茸ご飯ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ生ジョッキ缶バージョン。よっしゃ、このね開ける瞬間がねいつもワクワクするんですよ。いきますよ。パキッパキャッ、きたきたきた。はい、出てきた。ではいただきます。この家で生ビール感が味わえるって最高ですね。松茸ご飯にもよく合うな。飲み口の感じ僕めちゃくちゃ好きなんですよね。このクリーミーな泡、この泡感はすごいよ。生ジョッキ缶ならではの泡ですね。うまいな。ほんでね、一回泡がなくなってももうちょっと泡楽しみたいなって思う場合はこうやって手で当てるとどんどん泡が出てくるんですよ。すげえ画期的ですよねこれ。で味めちゃくちゃ生ビールなんですよ。中身は36年目で初フルリニューアルしたスーパードライなんです。というわけでそれじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日飲んだこちらの生ジョッキ缶なんですけど、松茸の炊き込みご飯と相性抜群でしたね。で今日ね国産のいい松茸使ったんですけど、正直国産じゃなくてもうまいです。あれは国産以外の松茸を使ったり、もう最悪松茸じゃないキノコでもいいと思います。でもね、ハマグリとかアサリとかの二枚貝の出汁は入った方が絶対美味しいと思います。本当に銀色との相性良かったな。このジョッキ缶ね、生ビール感が家で味わえるなんて最高ですよ。もう開けてすぐ生ビールですからね。でこの泡のきめ細かさがねめちゃくちゃいいんですよ。正直下手なお店で飲むより僕こっちの方が好きですね。皆さんもお家で生ジョッキ缶で最高の生ビール作っちゃってください。最近の僕の一押し商品でございます。というわけで家でもめちゃくちゃ楽しめるこちらの生ジョッキ缶、この週末楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。